窓から差し込む朝の光、静かなリビングに時計の針の音だけが響きます。72歳になる佐藤花さんは、毎朝決まった時間にお茶を入れます。湯気の向こう側にあるのは、去年の夏に撮った孫のみおちゃんの写真。もうこんなに大きくなって、独り言が畳の部屋に溶けていきました。花さんの生活は穏やかで満ち足りているはずでした。でも最近どこか遠くで何かが止まっているような、そんな小さな違和感がありました。机の上に置かれた黒くて冷たいスマートフォン。それは息子からの贈り物でしたが、花さんにとってはただの重たい置物でした。時折通知が鳴るたびに胸が少しだけ騒ぎます。でもそれを開く指先はいつも少しだけ震えているようでした。息子から届く写真はどれも宝物です。公園で走る姿、おいしそうにアイスを食べる顔。花さんは画面を指でなぞります。かわいいわね。でも写真は動きません。声も聞こえません。電話で声を聞くことはあっても、みおちゃんの今の表情がうまく想像できなくなっていました。おばあちゃん、元気？受話器越しの声は少しずつよそよそしくなっている気がしました。子供の成長は大人が思うよりもずっと早いものです。あんなに懐いていたのに、写真の中のみおちゃんが自分を知らない誰かになっていくような、そんな言いようのない焦りが生まれ始めていました。スマートフォンの画面はいつも暗いまま、花さんの顔を鏡のように映し出しているだけでした。ある日の夕方のことです。息子から電話がありました。お母さん、みおと変わるね。聞こえてきたのは少し成長した弾むような声。おばあちゃん、あのね、みおちゃんが今日あったことを一生懸命話します。でも花さんにはみおちゃんが何に笑っているのかさっぱりわかりませんでした。これ見て、すごいでしょ。みおちゃんの声が受話器の向こうで弾けます。花さんは何も見えない画面に向かって、すごいわねと嘘をつくしかありませんでした。するとみおちゃんが寂しそうにつぶやきました。おばあちゃん、どうしてお顔見せてくれないの？みおのこと嫌いになったの？その言葉が花さんの胸に深く突き刺さりました。違うのよ、みおちゃん。声が震えて言葉が続きません。自分だけが取り残されているような、厚いガラスの壁に閉じ込められているような、そんな孤独感が静かに広がっていきました。数日後、息子が久しぶりに実家に帰ってきました。花さんは思い切って息子に打ち明けました。私にも見えるかしら、みおちゃんの今の顔が。息子は少し驚いた顔をして、それから優しく笑いました。なんだ、そんなことか。簡単だよ、お母さん。息子は花さんの隣に座り、あの黒い置物を手に取りました。魔法の道具じゃないんだ。これはみおとつながるためのただの窓なんだよ。息子の温かい手が花さんの指に重なります。冷たかったスマートフォンが少しずつ体温を帯びていくようでした。花さんはゆっくりと息を吐き、新しい世界の扉を叩く準備をしました。息子は
説明する代わりに、花さんの手を導きました。まず、この緑色の風船のマーク、これを優しく叩いてごらん。花さんは恐る恐る LINE のアイコンを指で触れました。画面がパッと明るくなります。次はミオの写真を探して、指を滑らせると笑顔のミオちゃんが現れました。開いたはその横にあるビデオのカメラのマーク、それを1回だけ押すんだ。花さんは震える指で小さなカメラのマークを押しました。プルルルプルルル、心臓の鼓動が耳元まで聞こえてきそうです。お母さん、スマホを少し離して鏡を見るみたいに顔の前に持ってみて。花さんは言われた通り自分を映すようにスマホを掲げました。すると画面が切り替わり、そこには見たこともないほど大きなミオちゃんの笑顔がありました。おばあちゃん、見えた。お顔、見えたよ。画面の中のミオちゃんが元気に手を振っています。あら、ミオちゃん、そこにいるのね。花さんは思わず画面を撫でようとしました。お母さん、赤いボタンを押すと売買できるからね。今はただ話せばいいんだよ。難しい言葉は一つもありませんでした。ただ緑のマークを押してミオちゃんを探してカメラのマークを叩く、それだけで花さんの目の前に新しい世界が広がったのです。それからというもの、花さんの朝は少しだけ賑やかになりました。週に一度決まった時間にスマホが震えます。あ、来たわ。花さんは慌てず緑のマークを押します。画面に映るミオちゃんは抜けた前歯を見せて笑っていました。見て、おばあちゃん、歯が抜けたの。以前ならただそうねと答えていたことも、今は一緒に驚き、一緒に喜ぶことができます。まあ、本当ね、お姉さんになったわね。画面越しにミオちゃんが描いた絵を見せてもらいました。ぐちゃぐちゃな線だけど、そこには花さんの顔が描いてありました。おばあちゃん、大好き。デジタルという冷たい響きの向こう側に、こんなに温かい心が流れていたなんて、花さんはもっと早く知っていればよかったと、少しだけ泣き笑いしました。震えていた指先はいつの間にか滑らかに画面を動かすようになっていました。夕暮れ時、花さんは庭の花をスマホで撮ってみました。今度は私から送ってみようかしら。新しいことに触れるのは少しだけ勇気がいります。でもその一歩の先には愛する人の笑顔が待っていました。スマートフォンは便利な道具なだけではありません。離れた場所にいる大切な誰かと今を共有するための魔法の窓です。もしあなたの手元にもまだ眠っている窓があるなら、一度開いてみませんか？そこにはきっと優しい景色が広がっているはずですよ。あなたの声が誰かの笑顔につながりますように。